箱根彫刻の森美術館。箱根登山鉄道彫刻の森駅から下車して徒歩2分のところにある広大な美術館。1969年に環境芸術としての彫刻芸術の普及振興のもと開館し、人々が自然の中で彫刻に接する機会を提供してきました。おやおや、何か発見したようです。とてつもない大きさの顔面が横たわっていました。早速行ってみましょう。水面に映った自分の姿に恋をして水仙の花に生まれ変わったというギリシャ神話の青年ナルシスのように、水面に頬を寄せる天使。水面の恋人は言葉を返すこともなく、流れ落ちる涙は水面に映る自分の顔をかき消してしまう。しかし叶わぬ恋を嘆きながらも、その顔はどこか微笑んでいるようにも見える。9月いっぱいの間、天使のミストガーデンと題したイベントをやっています。天を覗く穴。黒い鉄の箱に入り階段で地下へ。小部屋の天井に開いた小さな穴から空を見上げた後、ガラスの箱から地上へ出ます。暗く落ち込んだところから明るい世界へ出ていく、自分と向き合うための装置のような作品とのことです。見えなかったね。見えなかった。ママ見えた？もう全然見えない。眩しくて。我々にはまだ早かったようです。緩やかな斜面に点在する色とりどりのオブジェクト。どうやらここは彫刻と芝生の休憩エリア、ポケットというエリアのようです。その先には何やら虹色のトンネルのような作品が見えます。同じ大きさの正方形を一列に並べ、赤、黄、緑、青と虹色に移り変わる色をつけました。松原は物体を並列させることで空間がつながり、屋外の自然と融合して秩序のある宇宙空間が生まれると語ります。青々とした芝生に何やら輝く玉っころが佇んでいます。空中にも玉っころが吊るされていました。罰ゲームですか？楽しそうな星の形をした迷路がありました。こちらも井上武吉の作品です。ちなみに井上武吉は彫刻の森美術館の本館と庭園の設計も担当したとのことです。はい、何やら巨大な木造ドームが見えます。これは絶対に子供がはしゃぐやつですよ。カラフルな手編みのネットがいくつもつなぎ合わされた巨大なハンモックの造形が組み込まれたネットの森は、造形作家堀内俊子と建築家手塚隆治、手塚優衣によるコラボレーション作品です。7つの約束だって。遊べるのは小学生までだって。子供たちは大喜びですね。森の中に大きな人影、ワンピースに出てきそうな体型のハイカラさんがいます。駆け寄ってみると、ひときわ大きなオブジェが待ち構えていました。ママ見て。ミスブラックパワーだって、タイトルの。ミスブラックパワー。2機の攻撃的でメランコリーな作風は1965年、ナナの登場で一転する。ナナはハリボテで作られた巨大な女性像のシリーズで、この作品もその一つ。カラフルな模様のドレスを着て陽気さを振りまきながら堂々と立つナナ。頭が極端に小さく、目鼻などはどうでもよく、太っちょの大根足。生命の源としての女性の自信に満ちた女性自身による高らかな女性参加の像である。真夏の日差しを避けるように木々の茂った遊歩道の木陰を進んでいきます。何あれ？
右手に塔のようなものが見えてきました。近づいてみるとかなり大きいです。ガブリエル・ロワール作「幸せを呼ぶシンフォニー彫刻」。分厚いガラスを土で手割りにした破片で作られたステンドグラスが全面にはめ込まれ、外からの光を受けて幻想的な美しい世界を想像しています。螺旋階段を登りきると彫刻の森美術館全体と箱根の山々が見渡せるとのことです。人気の SNS 映えスポットでもあり、螺旋階段で登る荘厳なステンドグラスの塔はまさにめくるめくフォトジェニックな世界観を醸し出しています。私んちが10個ぐらいの高さ、見るのが一番登ってみると結構な高さがあるので行きは良いけど帰りはちょっと怖いです。塔を出たらすぐ目の前にフリースペースギャラリーがあるので少し休憩していきましょう。館内は空調が効いていてこれはめっちゃ助かります。あー涼しい。外には無料の足湯もありました。隣に100円タオルの自動販売機もあるので安心です。この足湯は自家源泉なのだとか。加水非加熱消毒なしの源泉かけ流し。歩き疲れた足をリフレッシュできました。フリースペースギャラリー内を散策してみましょう。美術館らしいお土産がいろいろ置いてありました。美術館巡りは続きます。遊歩道沿いの橋を渡ると、おや？ピカソ館は撮影禁止なので、ご自身の目で確かめてください。2019年7月のピカソ館リニューアル以来、初めてとなる展示会を行ったそうです。お腹が空いたので、入り口付近にあったレストランへ向かいました。途中にもいろいろな彫刻が私たちを出迎えてくれます。レストラン彫刻の森ダイニング。ナチュラル素材を中心に新鮮野菜や山ゆりビーフ、山ゆりポークなどこだわりました。オープンキッチンのライブ感を楽しみながらゆっくりとくつろぎの時間をお過ごしください。大好きなマルゲリータを注文しました。焼きたての生地に広がったトマトソースの上にたっぷりのモッツァレラチーズが乗っていて、頬張るとミョーンと糸を引きます。
わりで具材が変わるようで、今回は魚介とレモンのパスタでした。ダメ。プリンを取り合っての熱き攻防が繰り広げられます。でもお姉ちゃんに分け与えてあげるその心意気、あっぱれ。ちなみにあっぱれって漢字で書くと天に晴れだそうです。最後はポテトを取られて試合終了。お腹がいっぱいになったらレストラン前のお土産コーナーでショッピング。ここにも芸術的なお土産がたくさんあります。数えきれないほどの芸術作品に触れ、なんだか心がピカソにでもなったかのような気分になります。箱根旅行へ行った際はぜひ訪れてみてください。令和4年8月11日、森英恵館長が永眠いたしました。日本ファッション界のパイオニアとしての功績は国境を越えた美の大使として高く評価され、2012年7月には彫刻の森美術館と美ヶ原高原美術館館長に就任されました。ご冥福を心よりお祈りいたします。